クリスマスから説教をするために新しい方法を始めました。しかし、十字のミサで、これは初めてです。この方法は、メモだけで説教をするつもりです。難しいですが、少しずつこんなことをしなければならないと思います。今日は、イエス様は福音書でいろいろな戒めを教えてくれました。しかし、一つだけについて話したいと思います。この戒めは、あなた方は敵を愛しなさい。これを聞くと皆さんどんな感じがあるでしょうか？第一朗読で例があります。この例はダビデとサウルの王様の例です。その時にサウルの王様はダビデを殺したいでした。ある日にダビデはサウルの王様を殺すことができましたが、殺しませんでした。なぜなら、ダビデはサウルの王様が主に選ばれた王様であることを認めました。ダビデはサウルの王様を愛しました。敵でしたが愛しました。おそらく皆さんこの戒めを聞くと私たちの考えは、これは無理です。無理です。敵を愛することは無理です。無理です。イエス様はあなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさいと言われました。しかし私たちの考えは私の方を打つ者にはもっと強い相手の方を打ちましょう。これは世界中の考え。日本だけじゃなくて、スペインだけじゃなくて、これは世界中の考えです。しかし、イエス様の戒めは反対です。反対です。どうしようかな？どうしようかな。大事なことは、私たちにとって無理なことでも神様の恵みで可能になります。この文を説明するために逸話を分かち合いたいと思います。新学生の時にあるスペインの司教様と会いました。この司教様は自分の経験を教えてくれました。この司教様は過去にスペインの北にある教会の主任でした。他の教会から許しの奇跡のために願いをもらいました。それでこの教会へ許しの奇跡のために行きました。とこの教会に着いたら、この神父様は感動しました。どうしてこの神父様の心に感動しました？理由は、このキリスチャンコミュニティの中に未亡人を会いました。この未亡人のご主人は殺されました。スペインにテロリストグループがあります。過去にたくさんの人々を殺しました。子供たちでも殺しました。最近、政党になりました。政治家になりました。しかし過去にたくさんの人々を殺しました。
確かにこの未亡人のご主人はこのテロリストバンドに殺されました。しかし、感動したことは、同じキリスチャンコミュニティに、この未亡人とご主人を殺した人もいました。どうしてですか？この女の人は、ご主人を殺した人に許しました。これは無理です。無理です。これは許されないことです。しかし、神様の恵みで、私たちにとって無理なことは可能になります。しかし、スペインの例、だけじゃなくて、日本にもこの模範を見つけられます。515事件を覚えますか？その時に1932年に日本で犬飼剛大統領が殺されました。後で息子さんの犬飼武さんはお父さんを殺した人々を許しました。他の模範は高し長い戦争の後で、私たちにこの模範を教えてくれました。もう一人は豊彦香川さん、神戸で同じ模範を教えてくれました。しかしこれは特別な例ですが、日常生活にも例がたくさんあると思います。例えば、仕事の同僚の中に時々敵を見つけられると思います。時々家族の中にもこの問題があるかもしれません。人間関係の問題です。それでは、神様の恵みが必要です。必要です。この戒めを果たすために神様の恵みが必要だと思います。神様の恵みをいただくために特に方法が2つあると思います。1つ目は祈りです。祈りを通して毎日神様に近づくことができます。私の愛は成長することができます。祈りを通して少しずつ神様の恵みで私たちの心は変わっています。少しずつ敵を見ると神様の目で見ることができると思います。2番目は奇跡です。特に許しの奇跡とミサの奇跡を通して神様の恵みをいただきます。神様の無限の愛をいただきます。許しの奇跡の中に私たちの罪を、神様が許します。そして私たちも敵を許すことができると思います。あなたにイエス様は、あなた方は敵を愛しなさいと言われています。何をしますか？